春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。セルシェーダーの続きです。今回は、セルシェーダーをスポットライトのカラーと連動させてみようと思います。スポットライトのカラーと連動してみた、セルシェーダー。実際に作ってみましょう。1、MPC にパラメーターを追加。マテリアルパラメータコレクションにパラメータを追加します。MPC セルシェーダーを開きます。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをユーズスポットライトにします。ユーズスポットライトは、スポットライトシェーディングを使用するかどうかです。ベクターパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをスポットライトロケーションにします。スポットライトロケーションは、スポットライトの場所です。ベクターパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをスポットライトカラーにします。スポットライトカラーは、スポットライトの色です。ベクターパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをスポットライトディレクションにします。スポットライトディレクションは、スポットライトの方向ベクトルです。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをスポットライトラディウスにします。スポットライトラディウスは、スポットライトの効果範囲です。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをインナーコーンアングルにします。インナーコーンアングルは、内円錐角度です。この範囲内では光の減衰が発生しません。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをアウターコーンアングルにします。アウターコーンアングルは、外円錐角度です。この値を超えた部分では光が完全に消失します。保存して閉じます。2、スポットライト用コーンコリジョンの作成。スポットライトのコーン状のコリジョンとしてスタティックメッシュを作成します。アクタの配置パネル、ジオメトリ、コーンをレベル上に配置します。詳細パネル、ブラシセッティング、サイズを32にします。Z を1にします。アウターラディウスを 1.0 にします。詳細設定、スタティックメッシュを作成をクリックします。保存先フォルダを選択します。スタティックメッシュ名を SM コーンコリジョンにします。スタティックメッシュを作成でスタティックメッシュ化します。選択モードをモデリングモードに切り替えます。トランスフォームと変換を選択します。ピボットを編集します。トップを選択して、承諾をクリックします。モデリングモードを選択モードに戻します。ファイルを開きます。コリジョンコンプレクシティを、ユーズコンプレックスコリジョンアズシンプルにします。保存して閉じます。2-1、スポットライト用コーンコリジョンのマテリアル作成。レベルに置いたとき、効果範囲がわかるように、半透明のマテリアルを作成します。右クリック、マテリアル、名前を M フレネルにします。ファイルを開きます。結果ノードを選択します。詳細パネル、マテリアル、ブレンドモードをトランスルーセントにします。トゥーサイディドを有効にします。ベクターパラメータノードを配置します。名前をカラーにします。好みの色にします。ベクターパラメータノードより、マルチプライノードを配置します。フレネルノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。マルチプライノードをエミッシブカラーにつなぎます。ラープノードを配置します。オパシティにつなぎます。保存して閉じます。M フレネルを右クリックして、マテリアルインスタンスを作成します。名前を M インナーコーンにします。もう一つマテリアルインスタンスを作成します。名前を M アウターコーンにします。色を変更します。ファイルを開きます。詳細パネル、パラメータグループ、グローバルベクターパラメータバリュー、カラーを有効にして、好みの色にします。保存して閉じます。3、スポットライト用アクターの作成。スポットライトのベクトルを取得するため、ポイントライトアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスでスポットライトを検索して、選択します。名前を BP スポットライトにします。レベル上に配置します。ファイルを開きます。3-1、インナー、アウターコーン用スタティックメッシュの追加。効果範囲用コリジョンとしてスタティックメッシュを追加します。インナーコーンを追加します。コンポーネントパネルのクラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。名前をインナーコーンにします。詳細パネル、回転を Y、
90.0 度にします。スタティックメッシュにレスームコーンコリジョンをセットします。一旦コンパイルします。マテリアルに M インナーコーンをセットします。コリジョンプリセットをオーバーラップオールダイナミックにします。インナーコーンはノーコリジョンでもいいのですが、確認用としてオーバーラップで反応するようにします。さらにカスタムにします。カメラを無視するにします。ハイデンインゲームを無効にします。アウターコーンを追加します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。名前をアウターコーンにします。詳細パネル、回転を Y90.0 度にします。スタティックメッシュにレスームコーンコリジョンをセットします。一旦コンパイルします。マテリアルに M アウターコーンをセットします。コリジョンプリセットをオーバーラップオールダイナミックにします。さらにカスタムにします。カメラを無視するにします。ハイデンインゲームを無効にします。3の2、光の効果範囲。レベルに配置した BT スポットライトを選択します。インナーコーンアングルは、光が均一に放たれる範囲です。内側の角度を調整することで、スポットライトの最も明るい部分を定義します。光が減衰しない範囲です。アウターコーンアングルは、光が減衰を始める外側の境界を定義します。この角度を広げると、柔らかなグラデーションで光が広がります。アテニュエーションレイディアス。減衰半径は、ライトがどこまで届くかを指定するパラメータです。ライトがどの距離まで影響を及ぼすかを決めます。遠くなるほどライトの影響が薄くなる。つまり明るさが減少します。スポットライトからの距離による減衰ですね。主に、この3つのオプションが光の効果範囲です。追加したインナーコーンメッシュとアウターコーンメッシュの大きさが、アテニュエーションレイディアスとインナーコーンアングル、アウターコーンアングルに連動するようにします。BT スポットライトを開きます。インナーコーンメッシュの大きさが、アテニュエーションレイディアスとインナーコーンアングル、アウターコーンアングルに連動するようにします。関数インナーコーンメッシュを作成します。インナーコーンコンポーネントを配置します。インナーコーンコンポーネントより、セットワールドスケール 3D ノードを配置します。ニュースケールを右クリックして、構造体 P を分割します。スケールをすべて 30.0 にします。エントリノードにつなぎます。コンストラクションスクリプトに移動します。関数インナーコーンメッシュを配置します。コンストラクションスクリプトノードにつなぎます。関数インナーコーンメッシュに戻ります。Z 軸のスケールを連動します。スポットライトコンポーネントを配置します。スポットライトコンポーネントより、ゲットアテニュエーションレイディアスノードを配置します。ゲットアテニュエーションレイディアスノードより、マルチプライノードを配置します。スポットライトコンポーネントより、ゲットインナーコーンアングルノードを配置します。ゲットインナーコーンアングルノードより、コサインでグレスノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。セットワールドスケール 3D ノードの Z ピンにつなぎます。一旦、コンパイルして保存します。レベル上の BT スポットライトを見てみましょう。上下に連動できてますね。BT スポットライトを開きます。関数インナーコーンメッシュに戻ります。X 軸と Y 軸のスケールを連動します。ゲットインナーコーンアングルノードより、サインでグレスノードを配置します。サインでグレスノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンに謎の数字 882.617676 を記述します。マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。ゲットアテニュエーションレイディアスノードより、ディバイドノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。下のピンより、サブトラクトノードを配置します。上のピンをアテニュエーションレイディアスの最大値 16,384.0 にします。下のピンをアテニュエーションレイディアスの最小値 8.0 にします。マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンより、サブトラクトノードを配置します。上のピンを謎の数字 24.384001 にします。下のピンを謎の数字 6.0 にします。
セットワールドスケール 3D ノードの X ピンと Y ピンにつなぎます。コンパイルして保存します。レベル上の BT スポットライトを見てみましょう。アテニュエーションレイディアスとインナーコーンアングルにちゃんと連動してますね。BT スポットライトを開きます。アウターコーンメッシュの大きさがアテニュエーションレイディアスとインナーコーンアングル、アウターコーンアングルに連動するようにします。関数インナーコーンメッシュを複製します。名前をアウターコーンメッシュにします。インナーコーンコンポーネントをアウターコーンコンポーネントに変更します。アウターコーンコンポーネントを配置します。セットワールドスケール 3D ノートのターゲットにつなぎます。不要になったインナーコーンコンポーネントは削除します。ゲットインナーコーンアングルノードをゲットアウターコーンアングルノードに変更します。スポットライトコンポーネントよりゲットアウターコーンアングルノードを配置します。コサインでグレスノードにつなぎます。サインでグレスノードにつなぎます。不要になったゲットインナーコーンアングルノードは削除します。コンストラクションスクリプトに移動します。関数アウターコーンメッシュを配置します。コンストラクションスクリプトにつなぎます。コンパイルして保存します。レベル上の BT スポットライトを見てみましょう。アテニュエーションレイディアスとアウターコーンアングルにちゃんと連動してますね。3の3、センディングスポットライトパラメータ、BT スポットライトを開きます。オーバーラップすると、マテリアルパラメータコレクションにパラメータを送ります。アウターコーンコンポーネントを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。オーバーラップしたのが、プレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップしたのが、プレイヤーであれば、トゥルーに処理が流れます。オーバーラップするとスポットライトシェーディングを使用するかどうかを判定します。変数を追加します。変数ユーズスポットライト、ブーリアン型を作成します。変数ユーズスポットライトは、スポットライトシェーディングを使用するかどうかです。一旦、コンパイルします。デフォルト値を有効にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数ユーズスポットライト、ゲットノードを配置します。変数ユーズスポットライト、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。スポットライトシェーディングを使用する場合は、トゥルーに処理が流れます。スポットライトのパラメータを、マテリアルパラメータコレクションのパラメータに渡します。ブランチノードのトゥルーにシークエンスノードをつなぎます。スポットライトシェーディングを使用するかどうかを渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをユーズスポットライトにします。使用判定の変数ユーズスポットライト、ゲットノードをパラメータバリューにつなぎます。ブーリアンは、トゥルーの場合、1.0 を出力します。フォールズの場合 0.0 を出力します。スポットライトの場所を渡します。セットベクターパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをスポットライトロケーションにします。コンポーネントより、スポットライトコンポーネントを配置します。スポットライトコンポーネントより、ゲットワールドロケーションノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。スポットライトの色を渡します。セットベクターパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをスポットライトカラーにします。スポットライトコンポーネントより、ゲットライトカラーノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。スポットライトの効果範囲を渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをスポットライトラディウスにします。コンポーネントより、スポットライトコンポーネントを配置します。スポットライトコンポーネントより、
ーションレイディアスノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。インナーコーンアングルの値を渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをインナーコーンアングルにします。スポットライトコンポーネントより、ゲットインナーコーンアングルノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。アウターコーンアングルの値を渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをアウターコーンアングルにします。スポットライトコンポーネントより、ゲットアウターコーンアングルノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。スポットライトの方向ベクトルを渡します。セットベクターパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをスポットライトディレクションにします。ゲットアクターフォワードベクターノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。スポットライトシェーディングを使用しないときは、スポットライトによるキャストシャドウを無効にします。スポットライトコンポーネントを配置します。スポットライトコンポーネントより、セットキャストシェーディーズノードを配置します。ニューバリューをフォールズにします。使用判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。コンパイルして保存します。レベル上の BP スポットライトを選択します。詳細パネル、ライトカラーを赤色にします。検証しやすいように横に向けます。4、スポットライト用マテリアル表現式の作成。M セルシェーダーにスポットライト用の表現式を追加します。M セルシェーダーを開きます。現在ディレクショナルライト用の表現式と、ポイントライト用の表現式が記述されています。4の1、ポイントライト用表現式の修正。ポイントライト用表現式を修正します。ライトベクトルと放線の内積を距離減衰で乗算します。マルチプライノードを配置します。A ピンにライトベクトルと放線の内積をつなぎます。B ピンに距離減衰をつなぎます。ラープノードのアルファにつなぎます。距離による陰影の制限は不要なので削除します。ベーステクスチャノードをラップノードの B ピンにつなぎます。ポイントライトカラーのマルチプライノードを削除します。ベーステクスチャノードのマルチプライノードの B ピンにポイントライトカラーノードをつなぎます。わかりやすいようにコメントを修正します。ポイントライトから頂点へのベクトルにします。ポイントライトから頂点へのベクトルにノーマライズノードを追加します。ノーマライズはデータを最小値の0から最大値の1にスケーリングします。ノーマライズを行わないと正しく表示できない時があるそうです。保存して閉じます。DT ポイントライトを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。シャドウオフセットは不要なので削除します。変数ポイントライトラディウス、セットノード、セットスフィアラディウスノードのインスフィアラディウスにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ポイントライトからの距離による減衰がスムーズになりましたね。4の2、ポイントライト用表現式の流用。M セルシェーダーを開きます。スポットライト用の表現式は、ポイントライト用の表現式に角度による減衰を追加します。一旦切り離して邪魔にならない場所に移動します。ポイントライト用表現式をコピーして貼り付けます。コメントとパラメータをスポットライト用に変更します。ポイントライト用表現式を if ノードの A 小なり B につなぎます。Use ポイントライトを Use スポットライトに変更します。Use ポイントライトを選択します。詳細パネル、パラメーターネームを Use スポットライトにします。エミッシブカラーにつなぎます。ポイントライトカラーをスポットライトカラーにします。ポイントライトカラーを選択します。詳細パネル、パラメーターネームをスポットライトカラーにします。ポイントライトラディウスをスポットライトラディウスに変更します。ポイントライトラディウスを選択します。詳細パネル、パ
パラメータネームをスポットライトラディウスにします。ポイントライトロケーションをスポットライトロケーションに変更します。ポイントライトロケーションを選択します。詳細パネル、パラメータネームをスポットライトロケーションにします。4-3、コーンアングルアテニュエーション、コーン角度減衰。スポットライトの中心に近いほど明るくなり、端に近づくにつれ光が減衰するようにします。スポットライトから頂点へのベクトルと、スポットライトが向いている方向のベクトルの内積を取得します。ノーマライズノードより、ドットプロダクトノードを配置します。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをスポットライトディレクションにします。これがスポットライトが向いている方向のベクトルです。マスクノードをつなぎます。展開して、B ピンを有効にして、RGB にします。ノーマライズノードをつないで、正規化します。ドットプロダクトノードの B ピンにつなぎます。内積はコサインなので、スポットライトの中心に近いほど大きくなり、端に近づくにつれて小さくなります。アウターコーンアングルからどれだけ内側に位置しているかを取得します。ドットプロダクトノードより、サブトラクトノードを配置します。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをアウターコーンアングルにします。ディグリーズ、度数法をラディアンズ、コド法に変更します。アウターコーンアングルノードより、ディバイドノードを配置します。下のピンを謎の数字 6.0 にします。ディグリーズ2ラディアンズノードをつなぎます。コサインノードをつないで、コサインにします。サブトラクトノードの下のピンにつなぎます。アウターコーンアングルの内側にある場合は、値は正になります。外側にある場合、値は負になります。光がスムーズに減衰する範囲である、インナーコーンとアウターコーン間の範囲を取得します。ディバイドノードを配置します。サブトラクトノードにつなぎます。アウターコーンアングル意識をコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをインナーコーンアングルにします。コサインノードより、サブトラクトノードを配置します。インナーコーンアングル意識をコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをアウターコーンアングルにします。サブトラクトノードの下のピンにつなぎます。ディバイドノードの B ピンにつなぎます。サチュユレートノードをつないで、スポットライトの減衰が現実的な範囲に収まるようにします。ライトベクトルと放線の内積と、スポットライトからの距離減衰と合流します。マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。B ピンに、コーン角度減衰をつなぎます。IF ノードのアルファピンにつなぎます。保存して閉じます。起動してみましょう。スポットライトシェーディングの効果範囲内に入ると、セルシェーディングができてますね。インナーコーン内だと、光が最大強度で維持されます。インナーコーンとアウターコーン間は、光が段階的に減衰します。アウターコーンより外側だと、光が完全に消えます。ちゃんとできてますね。5、スポットライト使用エリアの作成。エリア内に入ると、スポットライトシェーディングを使用するようにするアクタを作成します。前回作成した BP ユーズランプエリアを複製します。名前を BP ユーズスポットライトエリアにします。ファイルを開きます。オーバーラップすると、スポットライトシェーディングを使用するようにします。エンドオーバーラップすると、スポットライトシェーディングを使用しないようにします。変数名を変更します。変数ユーズポイントライトを選択します。名前をユーズスポットライトにします。変数ユーズスポットライトは、スポットライトシェーディングを使用するかどうかです。セットスからパラメータバリューノードのパラメータネームをユーズスポットライトにします。エンドオーバーラップ側も変更します。セットスからパラメータバリューノードのパラメータネームをユーズスポットライトにします。コンパイルして保存します。BP スポットライトをいくつか配置します。BP ユーズスポットライトエリアをレベル上に配置します。BP スポットライトを中に含めるように大きさを調整します。起動してみましょう。BP ユーズスポットライトエリア内に入ると、
ディレクショナルライトシェーディングから切り替わりましたね。コーンのコリジョンが邪魔で見にくいですね。BT スポットライトを開きます。インナーコーンを選択します。ハイデンインゲームを有効にします。アウターコーンを選択します。ハイデンインゲームを有効にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ディレクショナルライトのキャストシェーディーズが無効になってますね。BT スポットライト内に入るとライトカラーによる効果が反映されてますね。レベル上の BT スポットライトを一つ選択します。詳細パネル、デフォルト、ユーズスポットライトを無効にします。起動してみましょう。ライトカラーによる効果が無効になってますね。設定ファイル。スポットライトの使い方次第で、見た目の印象を大きく変えることができますね。スポットライトを活用したセルシェーディングのメリットは、光の方向性を強調できる。スポットライトの円錐型の照射特性を使うことで、影をよりドラマチックで集中した印象に仕上げられます。陰影の調整が柔軟。スポットライトの高音アングルやアテニュエーションレイディアスを細かく設定することで、陰影のエリアや強さを思い通りにコントロールできます。キャラクターやオブジェクトに焦点を当てやすい。照射範囲を指定することで、対象を際立たせつつ背景を暗めにする、といった視覚的効果が実現可能です。多彩な視覚表現が可能。色や強度の設定を工夫して、カートゥーン風の柔らかい影から現実感のある影まで幅広い表現に対応できます。シーンの深みを作り出す。照射範囲を使って層を重ねるような光の表現ができ、シーンに奥行き感を加えられます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。